ネット通販で手に入れたタミヤ72分の1の市電。今回組み立てることに決めたが、いきなりウップ主がやらかしてしまう。そして市電11型高型に起こりうる干渉の問題。問題は山積みだ。皆様、お待たせしました。すずみちゃんが必要な塗装を済ませてくれましたので、組み立て準備ができました。以前の動画でもお話ししましたが、機体内部の塗装を終わらせてから組み立てるのが効率的ですよ。すずみちゃんも言っていましたけど、後から内部を塗るのは大変ですからね。ちょっと待って。どうしたの？気になったことがあったので、もうちょっと待って。内部塗装で何かあったの？この塗料を使ったんだけど、操縦席の色の艶が出ているから、艶を消しておいた方がいいかな、と。あらら、そういうことなら仕方がないね。お待たせいたしました。艶消し終わったようですね。それでは、組み立て作業に入ります。まずは、操縦席からですね。このキットはかなり精密に操縦席を再現していますが、残念ながらほとんど見えません。次に先ほど組み上げた操縦席部分を機体の中へ組み入れます。左右の胴体を接着し、下から入れて取り付けます。胴体の下から入れるだけなので簡単です。胴体が組み上がったら、次に主翼と尾翼を取り付けます。このキットは胴体と主翼部分の組み立て時若干ですが、合が悪いようです。なので、洗濯バサミを使ってこのように固定し、乾燥するまで待ちます。乾燥後、尾翼を取り付けます。主翼部分とは違って、尾翼の方は部品の合は完璧です。最初の組み立てが終わりました。接着剤が乾いたので、ここで部品同士の合が悪くて隙間や溝ができた場所に盾を使って埋めていきます。盾が乾いたら紙やすりを使って表面を整えます。使用する紙やすりは400番です。今回別の作業の兼ね合いで、仕上げのやすりがけは後ほど。厄介な問題を片付けていこうと思います。さて、ここからはこのキットの回収に入ります。前の動画でお話しした通り、このキットでの不具合などを回収しなければなりません。先へ進むために取り掛かりましょう。まず最初に、試着とガンポットの干渉です。このキットではギリギリなんとか許容範囲に収まっているように見えますね。もちろん、実機ではそのような問題は起こりません。もし実機で問題があれば、そこで回収されているからです。どうしてこのようなことが起こるのか、説明しますね。考えられる原因は、この部品です。試着カバーの一部です。この部分は、非常に薄い金属製です。ところが、このキットの部品では、厚みがあります。この厚みによって干渉しやすくなるということです。では、どうしてここまで分厚くなるのか、その理由ですが、それは、実機と違って金属ではなく、プラスチックでできているからです。実機のようなこの薄さを、プラを原料に72分の1のサイズで再現しようとすると、非常に脆く、またすぐ壊れるため扱いが難しく、製品化しにくいのでやむを得ずここまで厚くなってしまったのでしょう。では、どのように回収するのか？原因となる試着カバーを薄く削ればいいですが、今回深刻な干渉ではないので、違う部品に手を加えようと思います。この部品、20mm 基重を自作の金属製のものに交換します。干渉がひどい場合は両方回収する必要がありますが、今回はわずかに接している程度なので、このままでも許容範囲で回収なしでも影響はないでしょう。偶然ですが、私は折れやすい部品は金属製のものを使うようにしているので、部品を変えることで問題を解決できるということです。どういうことなのかというと、
太さを測るとわかります。元部品が 0.8mm なのに対し、今から実作する真鍮タイプの直径は 0.6mm。今回干渉の問題解決ではこれで十分だと判断しました。もともと実作部品に交換する予定でしたから、これで解決するはずです。今回のように金属部品を実作する場合は、怪我に気をつけてください。硬い素材なので、加工に使う工具も鋭利で一つ間違えると大怪我です。万が一の怪我に備え、保護メガネをお忘れなく。それでは今から手順を説明しますが、この作業は完全自己責任でお願いします。怪我をする確率が高い作業なので、保証ができませんから。最初に真鍮タイプの穴を広げます。最初は小さいドリルを使い、次は大きなサイズのドリルで穴開けします。0.5mm のドリルが通った後、毛書き針で穴を広げ、先端が広がった重工を再現します。コツも力もいりますが、焦らず慎重にします。面倒ですが、今回4本必要です。0線だと2本で済むのですが今回は倍です。今まではうまくいっていたのですが、今回なかなか苦戦しています。このまま根気よく続けてもいいのですが、今回はこの真鍮素材を使おうと思います。この素材は先ほどのものより柔らかいので、加工しやすいはずです。それでは作業にかかります。なんとかうまくいきましたね。とりあえず安心です。そしてこれが失敗したものです。多いですね。このような実作部品作成のコツは、失敗を恐れずに繰り返すことですね。回数を重ね試行錯誤を繰り返していくうちに、手際が良くなり精度も増してきます。ただ、重ねて申し上げますが、今回のこの作業、危険なのでやるときは自己責任でお願いします。当方では責任を負えませんので、それと柔らかいということは、それだけ衝撃に弱いということなので、この後の扱いには注意が必要ですね。それと真鍮素材を引っ張り出したので、ついでにプトー管も製作しました。ガンポットに穴を開け、取り付けました。いい感じですね。なんとか終わりましたね。次に取り掛かるのは、カウリングのこの溝です。前回気になった部分として挙げていましたが、これ、何だと思いますか？実はこれ、強風で装備されていた機銃の機銃口です。市電11型コウではこの機銃は下ろされたので、見た目だけのものなのですが、弾丸が出るので穴があるはずなのに、このキットでは溝で再現されています。おまけに溝の長さが正確ではないようで、若干ですが長いようです。溝の長さを修正し、それと溝を深く掘り、穴を開けたいと思います。縦で余分な箇所の溝を埋め、乾燥した後にヤスリが消します。溝を深くする作業ですが、それほど手間ではありません。真鍮パイプを飲み代わりにし、それを使って溝を削ります。溝が十分深くなったら、今度はドリルを使って穴を開けます。穴が開いたら削りカスを取り除く終了です。いかがですか？これだけでも、雰囲気が良くなったでしょ？ウップ主は余計な作業を増やしてくれました。もちろんわざと失敗しようとする人はいないので、責められないのですが、部品の管理に不備があったのは痛恨でした。痛かったのは、紛失したのがクリア部品のパーツだということ。もし普通のプラスチックなら実作することも不可能ではありませんが、透明パーツでは難易度が上がります。ここでは予定通りに青島製の市電の風防のオープン時のパーツを使うことにしますが、ただ、このままだと開いている時の状態を再現しているため、仕方がないのですが中央のパーツがせり上がっています。
そのため中央部の下を削っていこうと思います。うまくいくかどうかわかりませんけどね。開いた状態で組み立てればいいのですが、ウップ主はホコリが入り込むことが嫌だからと閉めろと言っています。パーツをなくした本人が何を言っているんだか。この作業は実は以前にもやったことがあります。その時は、上の部分を削って鳴らしたのですが、今回は下の部分を削っていこうと思います。カッターマットに紙やすりを置き、風防を押し付けるような形で削っていきます。左右で高さが変わらないように、力加減に気をつけて作業します。少しずつ削り具合を何度も確認しながらゆっくり、慎重に進めていかないといけません。機体につけた時、前と後ろのパーツと隙間がないように調整します。なんとか終わりました。ちょっと違和感がありますが、まあこんなものでしょう。枠を塗って取り付けてみないとわかりませんがね。それとこのパーツもなくなっていたので、これも作成します。そっくりそのまま作るわけではなく、ある程度省略しますが、照準器の作成をします。後回しにすると、なぜか結構面倒くさくなるんですよね。いつも作るときは、透明のプラ板ではやや厚いので、接着剤の透明部分塩ビ製のカバーを切って作成します。切ったものはプラスチックではないので、接着剤はビニール系の接着剤を使用します。接着剤が乾けば照準器は完成です。前回見落としてしまった部分を発見しました。この部品ですが、何だと思いますか？これは潤滑油を冷却するものらしいですが、本来は中央が丸くへこんでいるはずなんですが、ご覧ください。平らになっています。説明書を見ると、黒く塗って穴を表現するよう指示していますが、あまりにも不自然なので、加工することにします。とは言っても、この作業も難しいものではありません。いつもの手順で最初に小さいドリルを使い、次第に大きいドリルにしていきます。ちょっとしたことなのですが、とても効果的な作業ですのでやっておくことをお勧めします。リピールアップ完了しました。今回はここまでです。どこ行っていたの？いろいろと調達してきたよ。それについては次回の動画で紹介するけど。それとね、色を塗る作業の前に話があるから少し待つように。鼓に言っておいて。話って何なの？次の動画で話すよ。今話したら？鼓いないじゃん。何企んでるの？あ、そろそろ時間ですね。では皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ごまかすな。って逃げちゃったか。それでは、皆様、最後までご視聴していただき、ありがとうございました。